今の少女すごい。ミットごと持ってかれちゃうなったもん。すごい蹴りを連発する日本空手協会の小山浩一先生63歳。小山先生の黒帯ワールド初登場は60歳の時。全国大会で見事なハイキックで一本勝ち。61歳の時には千葉の道場日本空手協会北総支部を訪ねました。この動画も大反響でしたね。それから後ろ回し蹴り。あれから2年、63歳になった小山先生が黒帯ワールドに帰ってきた。いろいろ聞いちゃいますよ。公園や広場であの蹴りをやる。そうですね、やってますね。ご近所の人は私を避けて歩いて18歳で空手を始めたんですけども、大学の空手部と並行して極真会館の道場に通って両方やってました。大学の空手部と並行して極真の道場って、いや体力ありすぎじゃないですかこれ。そうですね、先日も62歳の時ですかね、近くにある防火でがあるのでそちらで稽古させてもらいます。先日も20代の時は20代の稽古、30代の時は30代の稽古、そして50代60代になったらそれなりの稽古をしなければいけないというんだが、小山先生は60代になってももしかしたら20代の稽古をされてるかもしれない。63歳のハイキック、空手人生の秘密。お久しぶりです。こんにちは。小山浩一先生。そうです。はい。2020年になってしまいましたが、現在60歳のハイキックで黒帯ワールドデビューした小山先生は一体今何歳になられたんですか？現在63歳ですが、2週間後に64歳になります笑っちゃいけないですけど、すごいですね。63歳、2週間後に64歳。そうですね。はい。はあ、いまだに黒帯ワールドでも大評判になったハイキックはいまだにできるんですか？ちょっと高さが落ちてきましたけど、そうですか。練習はよくやってます。なるほど。空手歴は何年ですか？45年になります。45年。高石橋さんより上じゃないですか。石橋さんはですね、はい、僕よりちょっと後輩です小山先生は、昔は極真空手そうですねもやられていて、言ってました。はい。18歳で空手を始めたんですけども、大学の空手部と並行して極真会館の道場に通って両方やってました。大学の空手部と並行して極真の道場って、いや体力ありすぎじゃないですかこれ。そうですね、技が違うし、それから、パワーも違うし、それぞれいいところがあったんで両方頑張ってやってました。だってそれからあれでしょ、40年ぐらい試合に出続けてるってことですか？そうですね。でも63になってですね、まだ試合に出続けるっていうのは、なんかその試合の魅力みたいなのはあるんですか？そうですね、試合は自分の練習の成果を発揮する場所だというふうに考えてます。若い時の試合はやっぱり強い人に勝ちたいというで優勝を目指したいという気持ちがあったんですけども、今は自分の練習の成果を試合で試すというような気持ちになってます。じゃあ早速なんですけれども、63歳のハイキックということで毎年取れればいいなと今後思ってるんですけども、見せていただけますでしょうか？はい、わかりました。タカさん、武道歴40年、小山先生は45年だそうですよ。いやもうね、小山先生も僕の敬愛する、僕の大好きな、実はお二人仲良しなんですよね。ありがとうございます。お酒も一緒に。今日はですね、タカさん尊敬の意味を込めて、ミット持ちはタカさんがもちろん喜んで。で実はタカさんも実は60歳が近いと、もうあと3ヶ月ほどで60になりますんで、すぐ追っかけてきますから。お待ちしてます。もういきなり、やりますか？ちょっと軽くトレーニングしてみましょう。どうぞ。おお、鋭い。
逆にしてみましょう。こっち。こっちで弱いですね、やっぱり。ちょっとさっきから。はい、じゃあこんな感じで。はい。じゃあ全力でいきましょう。今のは全力じゃないです。でもあれですね、小山先生、全然息切れもしないですね。すごいですよね。いや今のおしまいなんです。いや僕もこれ63歳、2週間後に64歳になる人のハイキックとか蹴り、スタミナすごい。じゃあちょっとお願いします。はい。はい。そうですね。10回いきましょうか。はいタカさん、すごいよ。あなたどうこれミット持っててどんな感じですか？いや僕もいろんな人のミット持ってるけど、なんていうか重いし速いし浸透してくる。特にやっぱり右の回し蹴りのこれはすごかったですね。ズシーンって感じですよね。その先ね、どうしても僕年齢のこと言っちゃうけれども、もう年齢関係なしにやっぱいい切りだ、切れ重さすごいですね。ちょっとローキックいってみましょうか。ローキックですよ、ローキック。日本空手協会ローキックってあるのかみたいな。すごいな。ロこっちだけーキックマジでなんかこう角度がローもすごいですよ。今左のさ、この奥足のこれがなんかやっぱインパクトがすごかったですね、見てて。いやローキック一応日本空手協会のね先生なんですけど、やっぱりこの幅、この小山先生の空手のこの幅っていうのをやっぱ感じますよね。そうですね。空手協会の技を中心に大事にはしたいんですけども、やっぱりいろんな発展する技を考えていきたいなとは思ってます。好きなんですね、つまり。すごいね。裏回しってます。頼んでないのにこの凄さ。すげえな。空手協会の技は相手を倒す技なんですけども、前空連はポイント制なんで、あんまり強く当たらなくてもきれいに技が入ればポイントなんで、一応練習はしてます。なるほど。裏回し、裏回しとそれから後ろ回し。今の後ろ回しすごい。そうですね。こういう回転する技というのも非常に有効なルールなんで練習はしてます。やっぱただもんじゃないですね。ミットごと持ってかれちゃうなっても。いやこれは本当にすごい。はい、素晴らしい。でもちょっとバランスがどうしても崩れるようになってきましたですね。筋力が落ちてきてるんで、前は安定感のある蹴りを出した後にしっかりバランス崩さないで立ってたんですけど、最近はちょっとぶれます。それもでも自分でいろいろ分析してるわけですね。今こういうふうになってきたなとか、じゃあこうしようとか。そうですね。試合の展開が、どの大会も発展してるんで、それに応じた技出し方を考えないともう通用しなくなってくるんですね。もうその試合の技術が発展しているのにやっぱり自分も合わせていこうとしてるわけですか。そうですね。空手協会はやっぱりこう力強く相手を倒す技を求めて試合運びもあるんですけども、前空連系はちょっとステップを生かして、横に行ったり場合によっては後ろに回ったり、そこに技を仕掛けるという動きなんで、これもやっぱ発展していかないと、なかなか試合に勝てない。なるほどですね。
実は僕知ってるんだけど、はいはいもう今年の元旦からなんか早々に稽古されてるという。あ、元旦稽古そうですね。しょっぱだから。はあ。で今もうもう毎日そうですね。自主稽古というか。はい。僕の年間のトレーニングが11月の後半に日本空手協会の全国大会があって、はいそれ以降は体を休めるようにしてるんです。ーですからもう一切空手の練習はしないですね。子どもたちへの指導ばっかりになります。ただ、1月1日の元旦が自分の、自主練習の稽古を始めと決めてるんで、決めてんだ。はい決めて11月の、日大体本空手協会の熟練者大会に出た後は、はい年内は稽古をしない。そうです。指導だけをすると。そうです。それで元旦に、はい、まあ、スタート指導すると、はいそうですね。違う指導ですね指導するみたいなそうです。決めてんだ。スタート決めてますあ、それはもうずっと前から。もう昔からその形でやってますね。まだ30代、40代ぐらいの時はまだ体がよく動いたんで、年間として休まなくても体が動いたんですけど、やっぱり60代近くなってからは休まないといけないなというふうに思って、はい、60過ぎてから1ヶ月間は休むようにしてます。元旦ならではの稽古っていうのはやるんですか。どんな稽古するんですか。ですね、やっぱり空手協会のですね、基本技を中心に、決めた技を、約1時間ぐらいやってます。それは家でやるんですか。近くの公園で。前もおっしゃってた公園でですよ。公園まとあ、公園と広場といや学校の校庭とあれですよ、はいこのまあパッと見ですよ、世間から見ると高齢者の方じゃないですか。おじいちゃんみたいな方が公園や広場で蹴りをやる、そうですね、やってますね。もう近所で有名ですか。ご近所の人は私を避けて歩いてどいていくというかやっぱりでも自分で練習を続けていかないとですね、絶対にもう落ちてしまうんで、自分が落ちててその子どもたちにちゃんとした技を教えられるかというと、いわゆる劣化してくると思うんですよね。自分がもっともっと高みを求めていかないと、それは試合によって勉強しながら高みを求めていくと、教えている子どもたちも同じようにレベルが上がってくると思うんですね。平日は午前中がちょっと空いてるんで、仕事がウォーカーですから午前中に必ずトレーニングして、で土日は午前中から道場稽古があるんで、そこで指導しながら自分の練習するっていう感じです。ほぼ毎日。先生は、もう空手一筋なんですか。それとも例えば合気道とか、他のなんか武術とかやったこととかもあるんですか。はないですね。もう空手一筋なんだ。そうですね。極真空手はスタート時にやって、その後30代で防具空手の先生のところに出稽古に行かせてもらって、はい、先日も62歳の時ですかね、近くにある防具空手があるんで、そちらで稽古させてもらって。先日もすごいですね。そうですね。やっぱりこの防具空手って防具つけて当て合うんですよね。そうですね。はい。実際に分厚い防具をつけてますから、そこに思いっきり技を入れるんです。協会もやっぱ倒さなくちゃいけないんで。ですね。はい。ですから防具つけた人に思いっきり技を出して倒すという練習をさせてもらいました。でもそのさまざまな空手の流派をやられて興味を持って、来た先生がね、日本空手協会の続けていると支部を持って、でやっぱり日本空手協会というのは何か、小山先生にとっては特別な魅力があるんですか。はい、空手協会はですね、やっぱり一つ芯のある武道団体と思うんですね。でやはり基本技をしっかり身につけて、基本練習が非常にやっぱ長くとって練習するんですけども、特に移動練習というのがあって、その中に空手協会の技をしっかり組み込んだ練習方法があるんですね。この移動練習というのはかなりたくさんやります。はい、それで前後に動いたり、しながら技を出していくんで、それが一つの鍛錬としてできていくんですね。ですからその辺のところは競技を意識するというよりは、相手を倒す技の鍛錬という位置づけでやっているのがやっぱり空手協会の良さだというふうに思うんです。特に空手協会の、組手は一本勝負で、はい、力強い技を一つしっかり決めていくというのが戦いの進め方なんですね。そこにはやっぱり直線的なパワーのある技を出さなくちゃいけないというところがあって、それも非常に魅力なんです。なるほどね。はい、
一つこう筋がピンと通ってるような武道を教えてくれるのが日本空手協会だというふうに思ってます。さっきのキックミットとか、フルコンタクトとか防具空手の実際に相手を当てるというのはやっぱり空手協会の技術の上でやっぱり試してみたいという考えなんです。なるほど。ですから他の武道団体に行ってそこの武道団体の技で相手を倒すんじゃなくて空手協会の技で倒すという考えで挑戦をさせてもらってます。もういくつ20代のね若者だったらそういうことを言ってみんながほらまだまだ若いなっていうところなんだけど、そうですね、いやーすごいですね。どうですかタカさん、このだって飽くなき探求心、20代の頃こういう人いたじゃないですか。ここで私もね一つ言わなければいけないことがあって、体を長く続けるためには20代の時は20代の稽古、30代の時は30代の稽古、そして50代60代になったらそれなりの稽古をしなければいけないというんだが、小山先生は60代になってももしかしたら20代の稽古をされてるかもしれないですね。こういうわけだね。こういうわけですね。こういう人はねなかなかいませんよ。よしいやー、小山先生の空手人生かっこよすぎますね。小山先生が教えている日本空手協会北総支部もぜひチェックしてみてください。もちろんこの他にもたっぷり撮影しましたよ。これからも小山先生シリーズをお楽しみに。 Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。